皆さんこんにちは。村田治です。今日は冬の池と木を描いてみたいと思います。紙はある種の 300g を使用します。それではですね、簡単にですね、下書きを描いていきたいと思います。使用している鉛筆は 2B の傘です。あまり厳密にデッサンは取っていません。もう簡単に位置だけ押さえるという感じです。絵の具はウィンザー&ニュートンを使います。最初にスプレーで紙を湿らせて、光の色を表すためにローシエナを塗ります。使用している筆は書道用の大筆を使っています。ウルトラマリンを塗った上にオリーブグリーンを塗って、今塗っているのがウィンザーオレンジ、それからウィンザーイエローになります。パーマネントローズを少し混ぜて紫色っぽくします。真ん中あたりですね、大きな木の向こう側に低い木がありますが、そこがちょうど影になって一番暗い部分になっていますね。一番暗いところは色はですね、バーントシエナにウルトラマリンを混ぜて黒っぽい色を作ります。あまり全部ね、黒っぽい色だと美しくないので、ところどころで赤っぽい色を混ぜます。パーマネントローズとかですね、ウィンザーレッド、それから上の方もきれいにするために少し薄い赤系の色を入れます。ちょうどですね、ここが手前が池といいますか、小さな川みたいな池みたいな感じでして、丸い池ではなくて川のような少し形の池なんですよね。で、ちょうど境界のところを今ラインを引きました。そして、木の部分ですね。資料を見ながらゆっくり描いています。細い枝は小筆を使って描いています。光が向こう側から手前に伸びていますので、影も手前に伸びてますね。手前は池なんですけれども、部分的に氷かけてますね。資料をよく見ると少し赤っぽい感じの、これ、紅葉した多分もみじみたいな葉っぱだと思うんですけど、その少し赤っぽいところをちょっと強調して、赤を多めに塗っています。そうして少しずつ暗い部分ですね。これは池にかかった木の影といいますか、反射ですね。反射の部分。そうして、木のところを薄くなりますので、またもう一度濃く塗っています。この辺は明度ですね。明るさ
明るさを資料写真から読み取って、形というよりも明度を描くという段階ですね。でこの辺も少しブルーがあるので、ブルーを入れています。少し赤を散らしました。そしてまだ濡れているのでティッシュペーパーでちょっと絵の具を取って乾かしました。塗った後で少し指でこすると簡単にグラデーションができるので、いいかと思います。だんだん細かいところを描いています。向こう側の木、それから細い枝ですね。一番細い枝も資料写真を見て、丁寧にいい形をとっています。全部の木をね取る必要は全くなくて、ポイントのところですね。この絵で言うと真ん中の木の枝、丁寧に描いています。今ガッシュで、光を表す絵の具を飛ばしました。そしてすぐにスプレーをすることによってぼんやりとさせています。手前のこれ地面の方ですね、池ではなく少し赤っぽい暖かい色を塗りました。赤を入れるとあったかくて、ハッピーな感じになりますよね。で途中スプレーで何回か濡らしながら絵の具を垂らしています。水面の模様が面白いので今回は比較的丁寧に描いてみようと思っています。紙がザラザラしているので、筆を勢いよくさっとやるとですね、ちょうど紙のザラザラでうまく氷のような質感になります。この辺もかなり細かいので資料写真がなかなか難しいかと思いますが、意外と資料写真に忠実に描くとですね、こういう波紋というのはですね、それっぽく見えるようになります。海でいうと波もそうですね。複雑で難しいんですけど、ちょっとシンプルにして資料写真を見ながらゆっくりと描いていくとそれっぽく見えますね。別にそんなに技術的には難しくないとは思います。今木の反射を描いています。だんだん池のあたりの水面がちょっと氷っぽいっていうか、凍りかけている水面の雰囲気が出てきたと思います。夏の池とは違って、冬の初冬の冷えべえとした感じの風景になりますので、水面のねそういう表現もちょっと氷固まりかかっているとか氷になりかかっている表面っていうのは結構ポイントではないかと思います。少しずつ本当に細かいところを描いています。
あまり全体を見てですね、あまり濃い色にしないようにゆっくりゆっくり、画面全体で、細かいところを決めて描いています。ここに枝を描いておきましょう。はい、それではこれで出来上がりになりますね。いかがでしたでしょうか。ここまでご覧くださりありがとうございました。それでは皆さん、水彩画で幸せになってください。またお会いしましょう。